コンケイクです。今回のテーマはあなたのお仕事運です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中から1枚お選びください。ご自分の占い結果をご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらからご確認ください。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。それでは選び終わりましたでしょうか？それでは今回はヘキサグラムというスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカード、ルーンカードを使用して占ってまいります。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方のお仕事運ですが、現在から未来においてはとてもいい感じにお仕事の方がやっていけそうな感じなんですけれども、最終的なところで課題が見つかっていくというような感じになっていきます。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね、カップの9の逆位置です。人間的に信頼のおけない人がいたということですね。お仕事をする上でね、人間関係って大事ですよね。そういう点であなた自身がどうしてもね、この人に任せて大丈夫かなとかね、この人の言うこと聞いてもいいのかなっていうところがあったのかなっていう、もうこの人にやらせるぐらいなら自分がやった方が早いんじゃないかなっていうふうに思っちゃうような人がいたのかもしれないですね。で、その中であなた自身もあと一歩で爪の甘さが出てしまうっていうところがあったので、もうちょっとしっかりチェックしておけばよかったなっていうね、後悔が残ることもあったのかもしれないですね。過去においてはお仕事に対してちょっとね、あなた自身不満足な部分もあったのかなっていうところがありますが、そこはね、自分自身も反省する部分もあったかなと思いますので、そうですね、そういった点で振り返っていただくっていう風にしていただくのでいいんじゃないかなとは思いますね。では現在ですね、カップのキングの正位置です。寛大な上司、もしくは部下の成長を見守るという風になっておりまして、あなた自身の上に立つ人ですごく優しい方がいらっしゃるようですね。それか、もしくはあなた自身が、後輩とかね、下についている人っていうのがいらっしゃって、その方の成長を見守りながら自分自身が優しい上司というか先輩としてやっていくみたいなところがあるのかもしれないですね。で、慌てず落ち着いて仕事を進めていけるようなので、ここにおいてはあなた自身がしっかりと自分自身の順序立ててね、仕事がしやすいのかなと思いますね。周りの人の助けも借りながら、あなた自身がまずね、冷静に物事をこなせるっていうところがあるので、ここはね、すごく安定してらっしゃるかなっていう感じがしますね。では、あなたの状況なんですけれども、こちらがソードの6の逆位置で、とばっちりを受けやすいっていうことで、それはね、心配ですね。あなた自身がちゃんといろいろとやっていても、他の人からのミスだとか、尻拭いだとか、そういったところで、なぜか自分自身も一緒に注意されたりとか、手伝わされたりとか、そういうところがあるのかなっていうのがあって、そこがね、ちょっと心配ではございますね。もともとね、過去においてが人間的に信頼がおけない人がいたっていうことなので、そういった人が巻き込んでくるっていう可能性はありますよね。なので、あなたが、ある意味ね、現在があなた自身はしっかりと冷静に物事をこなせるっていう時期ではあるから、とばっちりを受けたとしても、そこも冷静に対処できるのかなとは思うんだけれども、かといってね、巻き込まれるのも結構嫌ですよね。気持ち的にはね、なかなかお仕事をしていく上で、あなた自身がですね、嫌だなと思っても言えないっていう部分もあるとは思うのでね。もちろん断ることもやろうと思えばね、できるかもしれないけれども、そういうのがね、苦手な方もいらっしゃるからね、そこはね、受け止めて、
もらうとかをしてもらうしかないのかなとは思うんですけれども、できるだけね、自分自身とばっちりが大きく来ないように遠ざけていくっていう必要はあるかなとは思いますね。あとは計画の見直しが必要っていうことなので、しっかりと順序立てて動けるっていうところではあるんですけれども、途中でなんか変だなって思うようなことがあるのかもしれないですね。そういった時に計画の見直し、別のお仕事が入ってしまって、今やってる仕事の方がどうしてもちょっと難しいかもしれないな。この締め切りがあるんだけど、ここまで難しいかもしれないなとかだったら、何を優先するかっていうのも考えていかないといけないし、あとは上司の方とかにちゃんと相談して、こうでこういう風になるんですけれども、どういう風に進めていったらいいでしょうかっていう風にね、相談していくっていうことも必要だと思いますし、一人で何もかも決める必要はないんですよね。計画の見直しっていうのを考えたとしても、別にね、周りの人に言ってどうしましょうかっていうのをね、相談はしてもらってもいいと思うので、その上で自分が動くっていう風にしていただければなと思いますね。では未来ですね。こちらがペンタクルのページの正位置ですね。向上心を持ってスキルアップに力を入れることもできますということですね。自分のペースで着実に仕事をこなしていけるということで、ここではね、邪魔が入りにくいのかなと。現在はあなた自身がしっかり動けるけれども、なんか邪魔が入ってきちゃうぞみたいなところがあったんだけれども、未来ではそういったところもなくなっていき、自分自身のペースで着実に自分のやりたいようにやっていけるっていう部分があるということですね。で、あなた自身もすごくやる気に満ち溢れている時なので、お仕事に関連するね、スキルとかそういった部分も力をつけていくっていう風にね、やっていけるっていうことですね。もちろんね、資格とかをそうやって取っていきたいなと思われている方であれば、この時期に資格のお勉強とかをしていただくのもいいかもしれませんね。自分自身の動きやすいようにできるっていうのはすごくね、いいことだと思いますね。そう、なかなかねそう、いろんな人が働いてるようなところだとね、どうしても急にいろんな仕事を振られたりとかあるとは思うんですけれども、そういう部分は未来では少なくなっていくよっていうことでね、そこが一安心かなと思います。では周囲ですね。帝王の正位置です。協力体制を取れる人、成熟した人がいらっしゃるっていうことで、じゃあここでね、しっかりお仕事の関係っていうのは安心できますね。そう、周囲の人もあなたに対して協力的になってくれるっていうことで、あなたが今まではちょっと嫌だなとかね、なんかこの人とお仕事をやっていけるのかなっていう人もいらっしゃったとは思うんだけれども、そちらの人たちよりはあなたに協力をしっかりしてくれる人の方が強く出てるっていうことですね。で、成熟されてるっていうことは、あなたよりももっと経験年数が高いとか、いろんなことを経験されてるとか、落ち着いてらっしゃるっていうところもあるでしょうし、いろんなね、知識を分け与えてくれるような人なのかなっていう感じもしますので、あなたがお仕事で困ったこともね、相談しやすいかなと思います。ぜひね、この方としっかり関係をつないでいって、あなたが困った時に相談していけるっていうね、相談ができる相手が一人でもね、お仕事場にいるっていうのは大事だと思うのでね、そういったところでもね、しっかりあなた自身がその方とね、連携を取ってもらったらなと思いますね。その方がもしかしたらね、いろんな人との輪をつないでくださる可能性もありますね。帝王のカードになりますから、どちらかというと、いろんな人に対してリーダーシップを取れるようなタイプの方かなと思いますので、そうなってくると、周りの人たちとあなたとのその関係性っていうのも、どんどん縁をつないでいって、うまくスムーズにね、仕事をやっていけるように、いろいろと手配をしてくれるというか、やってくださる方なのかなと思うので、この方に頼っていくっていうのはいいことかなと思いますね。フリーランスの方だったとしても、例えば同業の方とかね、これまでに繋がってきた人っていうので、熟練の経験者の方とかね、そういった方がいらっしゃるかなと思いますので、そういった人に頼ってみるのも一ついいのかなと思いますね。では最終結果
赤ですね。カップの10の逆位置です。できて当たり前の状態になってしまうっていうことでね。そうなってくると意欲も低下していきますよね。で、チームワークがちぐはぐになってしまって、大変なことになったりっていうことですね。最終的な部分でね。そう、これまでは向上心もあって、今からやっていくぞ、頑張るぞっていう風になっているっていうところだったんだけれども、もうそれがあなたが経験を積むことによって、それぐらいできて当たり前だよね、みたいな環境ができてしまうっていう。そこはね、私としてはね、やはり良くないことかなとは思うんですよね。人間っていうのは、それぞれ個人によって、できること、できないことっていうのがありまして、そう。なので、職場において、できて当たり前だよねっていう空気を作ってしまう。そのこと自体が、あなたに対してのプレッシャーにもなるし、周囲の人たちにとっても、プレッシャーになってしまう。だからギスギスしますよね、空気がね。それをね、作り出してるのがね、どういった人なのかなっていうところではあるんですけれども、それはね、良くないかなと思いますね。で、あなた自身ももしかしたら自分にどんどん厳しくなってしまうのかもしれない。そうならないでいてほしいなとは思いますね。できて当たり前っていう風に思わずに、自分自身ができてることがすごいんだっていう風にね、思ってほしいなと思うんですよね。そうなってくると、どうしてもね、やる気がなくなっていく、モチベーション下がっていきますよね。職場で評価をされなくなっていくっていうことですからね。できて当たり前でしょっていう風になるってことはね。今まであなた自身を A 判定で見ていってくれた職場が、できて当たり前だから C 判定ですよね、みたいな感じになっていくっていうイメージなのかなと思うので、そうなってくると、これから何をどう頑張ればいいんだっていう風になりますよね。お仕事もね、結局、どんどんいろんなやることが増えていけばいいんだけど、すごく大きく変わるお仕事ってなかなかないから、現状維持っていう部分の業務っていうことは多いとは思うんですよね。だから、これ以上何を頑張ればいいんだっていう風になっちゃうっていうのは、やっぱり良くないかなと思うのでね。ここはね、職場側が変わるべきところではあるんじゃないかなと。体質的にね。そう、できて当たり前ではないんだよっていうこと。そこはね、意識してもらわないといけないなと思うんですけど、そこをね、なかなか職場側にね、言えるかっていうと難しいところではあるんですけれども、でも、この時期が本当に他の人たちも多分プレッシャーになってるからだと思うんだけれども、ちぐはぐになっている。なんかうまいこと、チームワークも取れないなっていう風になっていくみたいなので、そうすると、無理ができない。無理はしない方がいいんだけれども、なんか自分自身でもうちょっと頑張れるのになっていうところまではいけないのかなっていうところがあるので、そこはね、私自身としては、わざわざね、頑張る必要もないのかなとは思うんですよね。とりあえず現状維持を続けていただくので全然いいと思います。あとは、何か困ったことがあった時によく調べて早めに対処してもらうといいのかなと思いますね。ミスをしてしまった時とかもね、放置してしまうと、後々ね、大きな失敗として返ってきてしまうっていうところがあるんですけれども、それだけじゃなくって、別の何か悩み事とかそういったところも調べて早めに対処して、で、誰かに言わなきゃいけない報告事項があるんだったらもう早めに報告しておく。こういう問題が出ていて、ちょっと困ってるんですっていう風に言っておく。そういう風にしてもらうといいのかなとは思いますね。ただ、この部分があるので、あなた自身が転職っていう選択肢も出てくるんじゃないかなとは思うのでね。それ自体はね、全然悪いことではないと思いますし、あえて自分が新天地に向かうことで、空気を変えるというか、そういうのもね、一つの方法だとは思うんですがね、未来においてあなた自身が協力体制をしっかり取れるような人もいらっしゃったからね、そういう、人間関係が良いようであれば、一度ね、そのままその現状維持で仕事を頑張ってみるっていうのもいいのかなと思いますし、そうですね。ここはね、本当に難しいところではある。職場の体質的に自分ともうどうしても合わないっていうのであれば、別のところを見つけていただくっていうのもいいのかなとは思いますね。では助言ですね。魔術師の逆位置です。仕事の話の内容は正確に細かいところまで説明していきましょう。
途中で放り出してはダメですよということですね。これはあなたが人に教えたりとかですね、もしもお客様、クライアントの方がいらっしゃるような職場であれば、そういったことのお話っていうのを同僚の方にお話、上司の方にお話、部下にお話、いろんな状況があるとは思うんですけれども、しっかり自分自身が分かってたとしても、周りの人には正確に事細かく、もうしつこいよっていうぐらい言っていいんだと思います。じゃないと、分かったって言って、分かりましたって言っても案外分かってないっていうことがあるのかなと思いますので、分かったように見せかけて全然分かってないっていう風にならないように、自分自身の保険でもありますよね。ちゃんとここまで説明をしました。だけれども、向こうがよく分かってませんでしたっていう風にもできるしね。っていう点でも、ちゃんと説明をしておく。しっかりとね、細かに、細々と説明しておく。できればね、わかりやすく説明してあげるのがいいのかなとは思うんだけれども、正確にお話しするっていうのがまず大事かなと思いますね。で、先ほど、あとはお仕事に関して、どうしてもね、自分自身の意欲が湧かないときに、あれやって、これやってって言われても、なんかうまいこと終わらせられないみたいな気持ちになってくるかもしれないんですけれども、途中で放り出して、もう適当でいいやっていう風になっちゃうと良くないっていうことですね。結局自分のモチベーションが下がってたとしても、やることはきっちりやっておくっていうことが大事っていうことですね。放り出しちゃうと、後々の自分の評価につながってしまう。最終結果のところで、ね、あんまり自分自身の評価っていうのが上がってない感じになっちゃうので、不服だとは思うんだけれども、それよりももっともっと下の方の評価になってしまうっていう風にならないようにやってもらう。で、現状維持を続けてもらって、そこからまた、レベルを上げていって、で、もっともっとね、上に上がるっていうこともできますし、転職してね、またあなた自身が花開く、輝くっていうこともできるかもしれないし、今やってることは放ってしまって途中で終わらせてしまうんじゃなくて、最後までやりきるっていうことはしてもらえればなと思います。では、オラクルカードの助言ですね。父です。優しく慈しみ抱きしめてあげましょうということで、これは自分自身に対してですね、自分自身に厳しくなってしまうこともあると思うんですよね、お仕事に関してはね。だけど、十分あなた自身頑張ってらっしゃるし、いろんな人に振り回されながらもね、ちょっと職場的にね、体質的に良くない時もあったりとか、あったりするけれども、でも、あなた自身は頑張ってるし、やることはやってると。それだけで十分やってると。それだけで十分なんですよね。だからね、もしも周りがね、厳しいような感じだったとしても、あなたはあなたのことをね、抱きしめてあげるようにね、優しくしてあげてほしい。もう褒めてあげてほしい。よくね、自分にご褒美なんていう言葉ありますけれども、自分にご褒美ってすごく大事なんですよね。お仕事1週間頑張ったとかね、そういう時にね、好きなものを食べるとかね、そういったこともしてあげてもいいんじゃないかなとは思いますね。それではルノルマンの助言ですね。庭園です。人とのつながりが大事です。社交的な態度で臨みましょうということですね。ということでですね、人間関係が時にね、あなた自身良くない時もあるんだけれども、かといってあなたのお仕事に対して協力体制を取ってくれる人もいらっしゃるので、そういった方としっかりつながっておく。で、アドバイスをいただいたりとかね。で、できるだけあなたもお仕事における人間関係っていうのは大事にしていただいて、しっかりと、社交的な態度っていうのが難しい。大事な、お仕事のお話はもちろん、わざわざ別にプライベートな話をね、開陳する必要はないし、自分自身が言いたくないことを言う必要はないんだけれども、ちょっとしたね、日常的な会話というか、今日寒いですねとかね、そういうのでもいいんだけれども、ちょっとしたコミュニケーションは
取っていくことは大事ですよっていうことですね。なかなかね、そのあたりが難しい人もいらっしゃるんだけれども、協力体制を取ってくれるような人だったらね、きっとあなたに対しても優しく交流をしてくれると思いますし、そういう人とお話をして、また関係性を築いてもらって、それでチームワークっていうのを戻してもらうといいのかなと思いますね。バラバラになってしまうと今お伝えはしてますけれども、もう元々のね、こういったところで交流を深めておけば、チームワークっていうのも崩れにくいっていうのはあると思うので、そうですね。あとは困った時とか何かあるたびにちゃんと報告するっていう、お互いにね、忙しかったりするとどうしてもイライラしてしまったりして、なんでこんな時に言うんだよみたいな感じでなっちゃう時もあるとは思うんだけれども、そういった時、様子を見ながらではあるけれども、それでもきちんと自分の進捗とかね、そういったところを伝えるっていうことは大事だと思うし、そういうちょっとしたことがある程度ね、信頼関係にもつながっていくと思いますので、そういう部分で、社交的交流をしていく。そしてチームワークの結束っていうのにね、つなげていっていただければなと思います。それではルーンカードの助言ですね。こちらがルーンがエオで石がターコイズですね。仕事はうまくいきます。自分の考えはしっかり周囲に伝えましょうということで、ルーンカードさんお仕事うまくいきますよって言ってますね。最終結果のところでちょっとね、停滞気味な部分があるけれども、でもあなたのお仕事っていうのは今後うまくやっていけますよっていうことですね。大丈夫だよ、安心してねっていう風に言ってくれてます。で、そうですね。先ほど何度かお伝えしているように、人間関係というか、人に対しての報告とか、連絡とかは大事だよっていうことですよね。で、自分の考え、今こういう風に進めてまして、こういう風にやっていきたいと思ってますとかね。あとお仕事に対してこういう風に思ってますとか、時々ね、職場内ミーティングみたいなことをするところもあるんですけどね。そういうところだったら、多分自分の考えとかもね、発表できやすいかなとは思うんだけど、そうじゃなかったらやはり個別にね、話すしかないのかなとは思うんですよね。あとはフリーランスの方だと、これはフリーランスの方だとほとんど対お客様とかそういったことになるのかなとは思うんだけれども、自分自身の考えというか、やっていることとかね、進捗とかね、そういったところをね、しっかりと伝えておくっていうことが、また安心感につながる。それはお仕事でいろんな人と一緒に働いてる人もそうだと思いますし、まず自分が何をやっているのかっていうことを伝えるっていうのはすごく大事なことだと思いますので、もしよろしければね、そういったところをね、参考にしていただければなと思いますね。そうですね、すごくいい運気の部分もございましたけれども、最終的なところであなた自身が困っちゃうのかなっていう部分があったので、できるだけ私としてはそうならないようにね、できたらなと思うので、で、何か停滞してるなっていう時は、別に無理してね、あがく必要はないし、ゆっくりと進んでもらったらと思いますし、で、その中で自分の中でね、どうしてももうこの職場ではやっていけないとかね、お仕事できないっていうのであれば、転職っていうのも一つの選択肢だと思いますし、あなたに関しては、その転職の後っていうのが、ちょっとまだね、出てこないっていうところがあるので、でも、お仕事うまくいくよってルーンカードさんは言ってるからね、おそらく転職しても、自分自身が今の仕事をやったとしても、何かしら結果としてはいいものがついてくるよっていうところはあるので、そこはね、自分の中でね、決めていただいて大丈夫じゃないかなとは思うんですよね。で、あとは人間関係もね、どうしてもあなたを振り回すような人もいるけれども、でもね、強く出てるのは協力してくれる人の方が出てたので、そういう人たちに頼りながらね、しっかりお仕事やっていってほしいなと思います。それではよろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方のお仕事運なんですけれども、あなたの場合はもう現状としてもかなりお仕事に対して不満がある。
ような感じ。で、今後、どちらかというと、転職の方に舵を切っていくのかなっていうところはございますね。そのあたりもね、1枚ずつお話しさせていただけたらと思います。それでは過去ですね。カップのエースの逆位置です。報われない仕事になってしまう。感覚で物事を判断して進めてしまって良くない方向になってしまったっていうことでね、自分自身がすごく頑張って終わらせたことっていうのが、そうですね、評価をされなかったりとか、ミスをいろいろ言われてしまったりとか、荒探しをされてしまうとかね、頑張ったのにその分の見返りがないというかね、評価がね、されていかないっていうところですよね。あとは自分自身が特に担当してたのに他の人が頑張ったみたいな手柄にしてしまったりとかね、そういう部分もあるかもしれないし、何にせよ、ものすごくね、自分の中では嫌だったなっていう思いが強い時期だったのかなっていう感じはしますね。で、感覚でね、物事、これぐらいだったらこんな感じかなみたいな感じで、こういろいろと適当っていうのもおかしいんですけれども、自分の中でなんとなくこう肌感覚でやってきたものっていうのが、その時はタイミングが悪くって良くない方向になってしまったっていうところがあって、もうちょっと別のやり方をやればよかったなっていうふうに後悔することもあったのかなっていう部分が感じられますね。で、現在なんですけれども、戦車の正位置です。課題に立ち向かう時なので、ここもちょっと困難ではあるんだけれども、でも、障害を乗り越える力はしっかりあるんですよね。あなた自身に今は。で、行動もしやすくなるので、お仕事としては大変なのかもしれないけれども、それをちゃんとやり遂げるっていうこともできるっていうことですね。今までの報われなかったっていう部分よりは、全然いい方向には行ってると思うんですよ。あなた自身が立ち向かった上で、そしてお仕事としてもやりやすくなるっていうところではいいのかなとは思うんだけれども、ただね、これがちょっと不安なのが、あなたの状況なんですよね。ペンタクルのキングの逆位置で、あなたがもうすでに自信喪失してしまっている。自信を持てない状況になっているっていうこと。で、あと目先のことにとらわれてしまうっていうことは、目の前のお仕事のことでもういっぱいいっぱいになってしまったりとか、例えばその職場の人にあれこれ言われた時にもうそっちにしか目がいかなくなっちゃうとか、そういう風になってしまってもう全然先が見通せないというか、もっとこうやり方があるかもしれないんだけれども、それがうまいこといかないっていう、こっちの方の精神というかメンタルに引っ張られちゃうと、せっかくあなた自身がやり遂げられる力があっても、なんかうまくいかないなっていう風に感じられてしまうかもしれないですね。それはでもね、過去の状況が良くない方向に行ってたから、そうするとあなたも自信が戻ってくるっていうのは難しいですよね。そもそも評価をされにくい状況だったのが、それで頑張ってくれって言われたとしても、頑張れるかっていう感じですよね。なので、できれば、現在をうまくこなしていくためには、せっかく力はあるし、行動もしやすいので、そっちの方向に目を向けてもらえればなとは思うんだけれども、どうしてもこう気持ちの方に引きずられてしまうのであれば、そこはもう仕方がないところなのかなと私は思いますし、それはね、職場側の体制の問題とかもあるから、そこをね、あなたが全部引き受けて、責任を感じる必要はないと思いますし、環境のこともあるからね。だから、あなたが無理だと思ったら、無理はしなくていいかなとは思います。とりあえずやれることはやるっていう感じでいいのかなとは思いますね。やらなかったらね、今度それはもっと悪い方向に行っちゃうから、せめてやれることだけでも淡々とこなしていくっていう風にしてもらうといいのかなとは思うんですけれども、もしもあなた自身が気持ちの方でもうちょっと頑張れそうだなと思われるんであれば、もっとね、難しい方向をこなしていくっていうこともできるので、それでやってもらえればなと思います。では未来ですね。こちらがワンドのキングの逆位置です。クレーマーというか、
厄介な人に接することが多くなってしまうかもしれないっていうことで、ここ怖いなって思いますよね。クライアントさん、お客様とかね、そういう人が、クレーマーというかね、文句を言ってくるとかね、あなたに対してやたら厳しく言ってくるとか、そういうことなのかもしれないし、そういうお客様とかじゃなくって、対職場の人間とかで厄介な人、どうしても接してお話ししなきゃいけないっていう時期なのかもしれないなと思うと、それを考えるとね、憂鬱になっちゃうかなとは思うんですけれども、で、そういう風になっていくと、どうしても遠慮がちになってしまう。お仕事として、もっとバリバリやっていける可能性もあったんだけれども、それがうまく自分自身の力を発揮できないというか、消極的にやっていくようになるのかなっていうところがあるんだけれども、そうですね。だから、だんだんあなた自身の力っていうのがね、うまいこと発揮できればいいんだけれども、それをね、邪魔していくような感じになってしまってる。それは本当にそういう厄介な人っていうのも問題だし、だからあなたが頑張れない、もう無理だと思ったら、そこはね、私はやっぱり無理はしなくていいと思うんですけどね。どうしようもない時っていうのがあるからね、お仕事ね。ね、よくね、ライフワークとか言うけど、ね、人生と並列して仕事を語るなっていうことも言われたりしますけど、本当その通りだと思うんですよね。仕事がどうしても時間的に多いっていう人の方が多いから、そうなっていくのかもしれないんだけれども、困難があるとき、しんどいなって思うときにね、あえて頑張らなきゃっていう風に気合を入れなきゃいけないのかって言ったらそんなことはないと思うし、やれることをやっていくでいいんじゃないかなと思います。では、周囲ですね。こちらが運命の輪の正位置ですね。これがね、安心しました。いろいろとね、問題のある人っていうのも関わってくるけれども、でも、周囲の人でちゃんと話が合う人、お仕事の職場関係の人間関係、職場の人間関係としていい人もいらっしゃると。仕事に対する良い流れを連れてきてくれるっていうことなので、そこがね、安心しましたね。例えば、嫌だなと、今のお仕事嫌だなって思ってる場合でも、今後新たなお仕事に向かっていくときでも、その人に話を聞いてもらうことで、またいい流れっていうのができていく。もしくは、もうちょっと頑張ってみるかっていうことになったとしても、その周囲の人が助けてくれるというか、その方から運気をもらうって言ったらいいのかな、お裾分けしてもらうっていう感じになるのかな。それであなた自身がちょっとでもね、良い方向に行くっていう風に考えるといいのかなと思いますね。そう、落ち込むことの方が多いかもしれないけれども、そこから抜け出す術っていうのがね、何かその周囲の人から得られるっていうところがあるのかなと思いますね。で、最終結果ですね。こちらが死神の逆位置ですね。なかなか断ち切れない部分がありますが、転職に進んでいくこともできそうです。変われないことを苦しんでしまうっていう可能性があるっていうことなので、やはりね、今のこの流れだと転職の方向に行った方があなた自身も気持ち的に楽なのかもしれないですね。ただ、仕事のしがらみだとか、そういった部分で、いきなり辞めますって言って辞められるかっていうと難しい部分でも、だからといって伸ばしにされるのは良くないので、そこはちゃんとね、厳しく言っていいと思うんですけど、職場の方にね、そう辞めますって言って半年以上もね、伸ばしにされるとかそういうことになったら困るので、だいたい退職を辞めるって言っても1ヶ月前ぐらいに言ったら、その1ヶ月後にはちゃんと辞められるっていうのが普通なので、せめてそれぐらいですよね。じゃないと、そこはね、問題だと思うので、ちゃんと言ってもらえたらなと思います。で、ね、あなたの場合、だから、その職場自体にいろいろと苦しみというか、自分のその変化っていうものがないっていうのが辛いのかなと思うので、ってなると、環境を変えていく方向に行った方が、あなたが気持ちも楽だし、人間関係とかそういったところもさっぱりしていくのかなっていうところを感じられますね。そう、これはね、大事なことだと思います。あなた自身がもうここじゃ無理だって思ってらっしゃるんであれば、しっかり断ち切っていきましょう。では助言ですね。ソードの3の正位置です。落ち着けば光が見えるはずです。失敗があってもあなたも他者のせいではないです。ということでね、あまり考えすぎず、
次に意識を向けましょうということで、失敗があっても、あなたでも他者のせいでもないです。あまり考えすぎず、次に意識を向けましょうということで、とりあえず、落ち込むことが多いからね。とりあえず自分自身が落ち着ける時っていうのを待つっていうのは大事ですね。そこがあれば光がちゃんと見えてくると。で、失敗っていうのは、今回あなたに関しては、あなたのせいでもないし、他者のせいでもない。何かしらの、いろんな要因が重なって失敗になってしまうっていうことがあるので、なのであなた自身が自分を責めすぎる必要もないし、かといって他の人に対して強くあいつのせいだみたいな風に思うのも違うよっていうことですね。で、いろいろと悩ましい部分ではあると思います。お仕事に関してはね、転職するとか仕事を変えるとかそういう風になるとお給与のこととかいろいろ悩むし、で、人間関係も今、うまくいってない。うまくいってる人もいるんだけれども、で、次のお仕事場でもうまくいくのかなんてわからないっていうところがあるから、そういうので悩んじゃうと思うんだけれども、あまりね、深く考えて、どんどん足が遠のいてしまうよりは、しっかりと次に行くんだっていう風にね、前向きに、ポジティブに考えるっていうことまでいかなくてもいいから、次に行くんだっていう風にね、意識をちょっとでもね、別の方向に向けていただくっていうことが大事なのかなと思います。では、オラクルカードですね。美しさ。すべてのものに美しさがありますということで、あなたの場合はね、自信喪失してらっしゃるっていう部分が結構大きい、お仕事に関してね。なので、美しさっていうのは、これがどういったところに行くのかなって言ったら、やはり今回はお仕事のことだからね。あなた自身に素敵な部分はたくさんあります。お仕事でしっかり頑張ってらっしゃる部分もあるし、あなたのやってきたことがね、無駄ではない。きっとね、これから新たな仕事をやるにしても、今までの経験値っていうのは全然無駄にはならない。あそこで失敗したことを次ではこういう風にしたら、これでうまくいくんだなっていう風にもできるし、すべてがきっとあなたの糧にはなると思うので、なので、あなた自身が自分にね、自分を愛するっていうことは大事っていうことですね。そして、ルノルマンカードですね。こちらがクローバーです。チャンスをきっかけに羽ばたけます。アンテナを張っておくことが大事ですということですね。ってことはね、やはり転職することとか、周囲の人が作ってくれるきっかけですよね。そういった良い流れっていうのを作ってくれるので、そういったチャンスを無駄にせずに動いてもらうっていうことが大事なんですよね。それには、もう、後ろ向きにずっと自分の殻に閉じこもって考えるんではなくって、いろんなアンテナを張っておいて情報を得ていく。何かいいところないかなとかね。そういう風に動いてもらうといいのかなと思いますね。クローバーっていうのがね、幸せの象徴でもございますから、きっとこれからはね、良い方向に進んでいくんだと思います。そしてルーンカードですね。こちらがルーンが夜で、石がグリーンファントムクォーツですね。どんな困難にあたっても乗り越えていく力があります。信頼回復もできるし、自分の仕事に自信を持って大丈夫ですよっていうことですので、これは現在のところにもつながっていくのかなとも思いますけれども、もっとね、自分に自信を持っていいんだよっていう風にね、ルーンカードさんも言ってくれてますね。とはいえね、どうしてもね、自信を回復するっていうのが難しいっていうところはありますよね。他者からね、職場からね、自分自身が頑張ってきたのに報われない態度を取られてしまったらね、それがフリーランスの方だったらね、お客様にね、なんか嫌な態度を取られてしまったとかね、そういったところで、なんか自分自身ね、周囲からね、得るいろんな言葉とか態度とかで、どんどん自信がなくなっていくっていうところがあるので、そこがね、難しい部分ではあるんだけれども、でもね、あなたがお仕事でやってきた分、決してそれで全てが終わりではないし、頑張ってきたことっていうのは全然無駄ではないし、これからはあなたのやってきたこと、経験っていうのを糧にしながら活躍していくこともできますので、できるだけね、転職されるんであれば、転職前にお休みの期間とかもあると思うんですよね。そういった期間にしっかり自分のメンタルを回復してもらって、
自信をね、取り戻してもらうっていうことをしてもらって、それで動いてもらうっていうことをしたらいいのかなと思いますね。いきなりね、動く必要はないし、ゆっくりしていっていいと思います。そうですね、今回のカードさんに関してはかなりもう転職寄りの感じのカードさんばっかりが出てきたので、その前提でお話をさせていただいたんですけれども、あなた自身がこれからね、前に進むために、この場をね、後にするっていうこともね、一つ大事なことかと思いますので、これからもね、いろいろあるかもしれないけれども、でもね、決して悪いことばかりではないし、そう、カードさんを見てるとね、あなたの自信っていうのもね、次第に回復していくような状況になっていくと思うのでね、よろしければですね、まずはゆっくりしてもらってね、自分自身を癒してもらってから新たなお仕事っていうのをしてもらえればなと思います。それではですね、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方のお仕事運ですけれども、堅実なお仕事やしっかりと結果を出すところもあったり、もしくは自分自身の実力がうまく発揮できなかったりっていう風にですね、結構山あり谷ありみたいな感じの部分があるようですね。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね、ペンタクルのナイトの正位置です。信頼して任せてもらえた時期、確かな能力をつけていて、安定した仕事ぶりで評価されていますということですね。しっかりと過去においてあなた自身が今まで築いてきたお仕事の経験値だとか、そういった部分を評価してもらえていたということですね。で、また経験を積んでいた上で、しっかりと自分の能力も新たにつけていて、それによって人からも評価されやすいっていうことなので、ものすごくね、いい運気だったのかなっていうところがありますね。ちゃんとね、あなたがやってるお仕事っていうのはね、周りの人たちが評価していたので、安心してくださいね。もしかしたらね、なかなか評価を言ってくれない職場とかもあったりするかもしれないですからね。1年に1回評価をちゃんと言ってくれるような職場もあるんだけれども、そうじゃない場合もあるからね。でもちゃんとあなたが頑張ってること、そういったところをね、お仕事のところでは、あなたがすごいっていうことはちゃんと分かってくれてますよっていうことですね。では現在ですね、こちらがペンタクルの4の正位置です。堅実な仕事で安定した地位を築くことができます。小さな成功を積み重ねていきますということですね。とてもね、いい感じですね。過去からしっかりと積み上げていって、そこからまた安定していくあなたのお仕事っていうのは、それがね、ちゃんと、評価をもともとされていた人ですから、あなた自身がね。そこがちゃんとね、なんかもう安心感ですよね。もうちゃんと任せていいなっていう風にね、この人だったら大丈夫だなっていう風になっている。で、小さな成功を積み重ねていくことで、自分自身のスキルとかそういった部分でも着実に成長していけるっていうところがございますね。で、もしかしたらね、今後、ますますね、あなた自身の地位っていうのも上がっていくのかもしれないですね。雇用条件ですよね。そういった部分も改善されていくのかもしれないですし、あなたにとってより良い環境っていうのがね、整えられていくのかなっていう感じがしますね。そう、あなた自身がその分にね、見合ったね、仕事をしてらっしゃるからね、そこはね、問題ないかなと思います。で、実際あなたの状況がワンドの4の正位置なんですけれども、目標を達成する、問題がなくなり肩の荷が下りるということで、現在と状況を見てても、ものすごくね、安定感がある運気なのかなっていう感じですね。で、さらにこの2つが4っていうね、数字が一緒に出てきたので、そう、4っていうのは確実性、安全性っていうところがある数字なので、あなたが安全に、安心ができるというね、お仕事をする上で、あなたも安心して働けるっていうところがあるのかなっていう感じですね。
職場でね、確固たる地位を築いていらっしゃる。ちゃんとあなたがいないと、いろいろと、あなたがいることが大事なんだよっていう風にね、周りもね、思ってくれてる、動いていけるっていう風にね、なっているのかなっていうね。フリーランスの方であれば、あなたのお仕事っていうのがね、福手あまたというか、ある程度ね、ちゃんと評価をされて、重宝されていく。リピーターさんも増えていくとか、そういう感じになってくるのかな。そういう風に進めていくことができるっていうことですね。では未来ですね。こちらが正義の正位置です。日頃の努力に見合った結果を出す。ということですね。ますますいい方向に進んでおりますね。で、仕事とプライベートの両立もできるということなので、お仕事で忙しくて潰れてしまうっていう感じにはならないってことですね。ちゃんとお仕事もやりつつ、自分のプライベートの、趣味の部分とか、誰か大事な人がいらっしゃるんであれば、大事な人と過ごす時間とかね、そういったことも確保できるし、ね、時間の確保がしやすいっていうことですね。この時は正しい判断ができるので、スムーズに仕事もできるようになるということで、今までも堅実にちゃんと仕事を進めてらっしゃったんですけれども、それ以上にスルスルとね、動いていきやすいというか、自分の中で順序立ててお仕事をするのでもうまくやっていく。ちゃんと順番通りにやっていける。優先した仕事から片付けていくことができるとかですね。そういったところ、ちゃんと自分の判断が合ってるというか、うまいこと合致するので、それによってあなたのお仕事っていうのがうまくやり遂げることができるっていうことですね。なので、もともと評価が高かったけれども、もっともっとね、評価も上がっていくのかなっていう感じがしますね。では、周囲ですね。こちらがどうなのかっていうのが、ワンドの8の逆位置ですね。これがね、ちょっと問題がありそうなんですけど、なんか言ったことを翻したり、プレッシャーを与える人がいらっしゃるということで、この人の言うことは、あんまり本気で聞かない方がいいっていう感じの、要注意人物ですよね。ある程度流して聞く必要があるような感じの人なのかなっていうところですね。その人の言うことを聞いたとしても、いや、さっきこうやって言いましたよねってこっちが確認しても、いや、そんなこと言ってないよっていう風になっちゃうような、そういう困った人がいらっしゃるっていうことで、で、その上、あなたに対してプレッシャーを与える。あなたが優秀だからっていうのがあるのかな。そういう人に対して、あえてね、嫌がらせというか、なんかそういう風にやってくる人っていますからね。そんなことやってる前に自分がお仕事をちゃんとしなさいよっていうところなんですけれども、そうやって、誰かの足を引っ張ることでしか、その人は自分のなんか仕事をした感じがないというか、っていうところがあるのかなと思うんですけれども、この人のことはね、本当にお仕事をする上でどうしても関わってくる人っていうことはあると思うので、無視とかはね、そんなことはできないとは思うんですけれども、適当に聞くというか、あしらってもらって、あまりね、本気にせずに受け止めすぎないようにね、しながらね、動いていってほしいなと思いますね。そういう困った人っていうのはね、職場に一人か二人はね、やはりいるかなと思うんですけれどもね、そういう人の相手を知ってるとね、自分も疲れちゃうし、お仕事がね、せっかくあなたがうまくいってるのにね、邪魔をされるだけになっちゃうので、この人に関しては、もう、はいはいという感じでね、わかりました、みたいな感じでね、やっていったらいいんじゃないかなとは思いますね。それで自分の本当に大事なお仕事とかそういったところ、業務とかをしてもらえれば問題ないと思います。では最終結果ですね。ペンタクルの9の逆位置ですね。こちらは嘘をついてしまわないよう注意な時期っていうことで、これはね、急にどうしたんだっていう感じになるんですけれども、嘘をついてしまうっていうか、結果的に嘘をついてしまうとかそういう風になっちゃうっていう可能性があるっていうことですよね。なので例えばこの期間までにできますっていう風に言ったのができなかったりとか、気づいたら周囲のね、この困った人がいらっしゃるから、こういった人に足を引っ張られてしまって、それで動けなくって、それで結局
嘘みたいになっちゃったっていう可能性もありますよね。あとは実力がうまく発揮できない時期でもあるっていうことなので、これがね、ちょっとあなた自身、今までがね、すごく順風満帆うまくいっていたので、そうなってくるとちょっと自分もおかしいなっていう風にね、調子悪いなっていう風にね、落ち込みやすくなっちゃうかなと思うんですけれども、もうこれはね、自分の力がうまくいかないというか、なんかこうタイミングが合わないというかね、そういう時なんだなっていう風に捉えてもらって、一旦もうこれはできない時なんだなっていうね、風に思ってもらって、今までのその確固たる地位とか、評価があるので、これだけで一気にね、あなたの信頼が落ちるなんてことはないと思いますのでね、やれることはしっかりやってもらって、無理にね、あなた自身が自分の評価を上げるために頑張りすぎる必要はないのかなと思いますね。ここはもう無理せず、あまり動きすぎず、できることをやっていくっていう風にしていただければなと思いますね。で、あとは、例えば何かこう締め切りが誰かにかき乱されてしまって、それでうまいこといかないとかそういうことになれば、できるだけ早くね、頼まれた人とか頼んできた人とかに伝えて、この期間まで難しいんで、もう何日か待ってもらえますかっていう風に早めに言うとかね、そういう風に報告をしてもらうことは大事かなと思いますね。何も報告せずに、そのまま続けて、結果的に無理でしたっていう風になると、どうしてもね、周囲の人たちの評価っていうのはね、下がりやすくなってしまうので、できるだけ、できないことでも何でも、言えることはちゃんと言うっていうのが大事かなと思いますね。結局、自分の何が困ってるのか、悩んでるのか、できないのかっていうのをね、言ってもらうと、周りもサポートがしやすいのでね、そういうところはね、大事かなと思いますね。そうすれば、結果的にはね、自分はちゃんとやれることをやりましたっていうことができるので、それで動いてもらえればなと思います。では、助言ですね。ペンタクルの7の逆位置ですね。全く新しいやり方で再挑戦しましょう。失敗から学びましょうということですね。あなたの場合はね、どちらかというと成功していた部分が大きかったので、これまではね。でもその中でもやっぱり失敗する部分っていうのは必ずあると思うので、そういった部分から学びながら、次はこうやっていけばいいんだなっていう風にね、次につなげるために、しっかりと失敗したことは覚えておくっていうことは大事ですね。もしも何かうまくいかないな、なんか進みにくいなって思う業務があれば、それはまた別の視点から考えてみて、新たなやり方をやってみることで、うまくいくこともできるので、そうやってね、自分自身で気づけないのであれば、他の人に、これはどういう風にしていったらいいんですかねっていう感じで聞いてもらったら、また別の人の視点を得ることで、自分自身がやりやすくなるかもしれないので、そういうこともね、必要ですね。ぜひやってみてください。それでは、オラクルカードですね。こちらが炎です。あなたの中には生命の火、熱意、情熱、そして愛が燃えていますということですね。しっかりね、お仕事に対する情熱というか、頑張るぞっていう気持ちあると思いますので、そういった情熱が時に空回りすることもあるでしょう。最終結果の時みたいにね。だからといって、それが悪いことなわけではないと。そういう時期なんだなっていう風に時に開き直ることも大事ですよと思うので、決してね、それで炎をかき消す必要はないし、頑張るぞっていう気持ちはね、持ってても大丈夫です。時期的に難しい時もある自分のね、炎というか情熱の気持ちっていうのが発揮できないこともあるけれども、そういう時はもうそういう時だっていう風にね、割り切ってもらえればなと思います。そしてルノルマンカードですね。こちらがコウノトリですね。転職も一つの可能性としていいかもしれません。物の見方を変えていきましょうということで、あなたの場合はね、このお仕事場というか職場、フリーランスの方だったら今のお仕事とかね、そういうのでちゃんとね、評価をされてるっていう点があるので、別にね、転職する必要はないような気もするんだけれども、でもコウノトリさんっていうのがね、移動するっていうイメージのカードさんなのでね、その中で、転職を一つの可能性として考えるっていうのもありなのかもしれないですよっていうね、提示ですね。実際本当に転職する必要はなくって、
ただちょっと別のね、お仕事のなんか可能性を考えてみるっていうだけでもちょっと気持ちが変わってくるかもしれないですし、なんかうまくいかないなって思った時に、逃避じゃないけれども、なんかこういう仕事もいいんじゃないかなっていうふうに考えながら、それでその場をやり過ごすみたいな感じでやっていくと、その後に自分の不安定な時期、不調な時期っていうのが過ぎてから、またあなたの力を発揮できるっていうこともできると思うので、そういうふうにやってもいいし、もちろんね、転職を考えるっていうのでも全然いいと思いますね。どうしてもね、その周囲の人っていうので、あなたに対していろいろとやってくる、邪魔してくる人もいらっしゃるからね。そういう人ともううまくやっていけないっていうのであれば、そういう選択肢もあるよっていうことですね。で、物の見方を変えていきましょう。これはね、さっきの新しい視点ですよね。新しいやり方とかね、そういったところは大事ですよって助言でもお話ししましたけれども、それと同じような感じですね。何かこう業務をするにしても、あれうまくいかないな、なんでだろうなって思った時に、いつものやり方ではなくって、別のやり方をやるとうまくいくこともあるので、もしも自分自身でちょっと気づきにくいなと思えば、人に一回ね、自分のやり方とかを見てもらうのでもいいですし、どういう風にしていったらいいですかねって悩みをね、相談するのでもいいので、それで視点を変えていくことで、またね、解決できることもあるので、ぜひね、そういう風にしてみてください。そしてルーンカードですね。ルーンがマンで、石がパライワルトルマリンですね。信用信頼が仕事の結果に結びつきます。進む先がどんなに難解でも必ず輝く場所へ向かえますということですね。もともとね、しっかり信頼されてるところがあるので、大丈夫だと思うんですよね。その信頼を損なわないように動いていって、それがまた仕事の結果に結びつくっていうことですね。ちゃんとね、安定した時期っていうのがね、続いてる時がありますから、そういった時にあなたのお仕事っていうのは実を結びやすいっていうことですね。で、これからね、最終結果で出たような感じで難解な道もあるかもしれないけれども、それでもね、ちゃんと輝く場所に迎える。あなたはそれだけの力を持ってるお仕事としてうまくやっていけますよっていう風に出てますから、安心してくださいね。もうね、そういう時期っていうのが出てくるんですよね。例えば繁忙期とかね、すごく忙しくってね、もう余裕がなくってみたいなところもありますよね。そういう時に自分のバランスを欠いてしまうとか、そういうこともあったりするし、周囲の人でね、なんか邪魔してくるな、この人みたいな時もあるし、そういう時期もあるから、どうしてもそういう時にもう無理だ、やってきないっていう風になっちゃうけれども、きちんとその時期が過ぎれば、あなたの元々のね、力っていうのは大きいものがある。お仕事としてしっかりやり遂げられる力っていうのがあるので、そこから過ぎていけば、またね、道っていうのは開かれていきますよっていう風になっていくのでね、そちらの方向をね、向いてもらえればなと思います。そうですね。あなたの場合はね、周囲の人からの信頼関係というか、評価も高いっていうことで、その点では安心なんですけれども、かといってね、すべてがね、うまくいくっていうわけじゃなくって、それはね、どうしても時期的にお仕事として、なんかこう自分の中でね、やりにくいなって思う時もあるし、あなたに対して嫉妬していろいろとやってくる人もいるし、そういうこともあるんだけれども、結果的にね、あなたの今まで培ってきたものっていうのがなくなるわけではないし、信頼関係っていうのがね、しっかり結ばれてますので、その部分をね、大事にしながらね、動いていってほしいなと思います。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。